道隆と子供たち。光る君へに学ぶ日本史。道長暗殺を企てた兄と英雄となった弟。藤原道隆は平安時代中期の公卿で、父は藤原兼家、母は藤原中政の娘時姫で、道隆は道長の長兄である。父兼家が失脚していた時期には昇進が滞っていたが、兼家を継いで摂政関白となってからは、その一家は中関白家と呼ばれ栄えた。藤原道隆と子供たちのその後を詳しく見ていこう。大鏡や枕草子によると、道隆は酒豪であり、気さくでおおらかな性格であったことがうかがえる。聖少納言の枕草子には、いつも冗談を言って女房たちを笑わせていた道隆の様子が綴られている。道隆には藤原成時と友光という仲の良い飲み友達がいた。ある時に鴨詣に行く途中、道隆たち3人は酒を浴びるほどに飲んだ。当時は烏帽子や冠を取って頭を公衆の面前にさらすのは大変な恥とされた。しかし酒に酔った3人は烏帽子を脱いで車の前後の御簾を上げながら騒いだという話が伝わっている。酔いつぶれた道隆はそのまま牛舎の中に寝転んでしまった。社について従者が起こそうとしたが、道隆は気づかない。すると同行していた道長が自分の車から降りて道隆の袴を荒々しく引っ張った。すると道隆はパッと目覚め、櫛を取り出して水黒いをしたという。道隆は酔っても目覚めるのも早く、なかなかその身だしなみは立派であったという。道隆は容姿端麗で虚祖動作の洗練された人物でもあった。そのため道隆は宮中の女房たちにも非常に人気が高かったが、飲酒がたたり43歳の若さで危篤に陥る。もともと糖尿病の持病があった道隆は、飲酒により急激に症状を悪化させたと考えられる。父兼家から摂政関白の地位を引き継いでいた藤原道隆は、三男の惟親への政権移譲を望んでいた。しかし道隆は摂政関白に就任してわずか5年ほどで急死してしまうのである。道隆には8男6女がいたとされているが、道隆は生前正妻高階孝子の産んだ3男4女を優遇した。特に長女の貞子と三男惟親、そして四男高家の3人に道隆は大きな期待をかけたようである。長男の道頼と次男の頼親は妾腹の子であったため、道隆は三男の惟親を嫡男としていた。惟親は道隆の資質を引き継ぎ、陽気なイケメンで宮中の女房たちにも人気があった。長女の貞子は一条天皇の中宮となった美しく優雅な女性である。中宮貞子のサロンには聖少納言や赤染右衛門がいたため、一条天皇もよく訪れていつも賑やかであった。
四男の高家は武勇に優れ、兄の惟親とは仲が良く、付き従っていた。道高は生前、20歳過ぎの惟親を強引とも思えるやり方で内大臣にまで昇進させている。道高は高階の高子の子供たちを特別扱いにしたため、周囲や身内にまで不満の声が多かった。道高の三女に三のお方と呼ばれる娘がいたが、彼女も高階の高子との間にできた娘である。三のお方は母の高子に似て和歌や漢文にも優れていたが、しとやかさに欠け気ぐらいだけが高かった。ある時、泉式部と浮名を流したこともある厚道親王が三のお方の部屋を訪れた。平安時代の女性は十二単を着ていたが、帯は締めずに袴だけを履いていた。親王が訪れた時、三のお方は御簾を高々と巻き上げ、落ち着きのない格好で突っ立っていた。そのため彼女のはだけた胸元が丸見えのため、さすがの厚道親王も目のやり場に困ったという。また三のお方はよく大学寮の学生を集めて詩作の会を催した。三のお方は砂金2、30両を屏風の上から学生たちにめがけて投げたりした。そのため学生たちは砂金をくれるのはありがたいが、彼女の態度は傲慢で醜態なことだとささやき合ったという。しかし道高が死去すると、中関白家に対する世間の風評も急に冷たくなる。道高の死後、摂政関白を継いだ弟の道兼がわずか数日で疫病のために逝去する。そのため後継者の座をめぐって惟親と道長が争うことになる。しかし妹の貞子と一条天皇という強力な後ろ盾を持つ惟親が断然有利であった。そんな惟親がとんでもない事件を引き起こすのである。長徳の変と呼ばれるこの事件は996年長徳2年正月に故藤原の為光の邸宅で起こった。内大臣の藤原の惟親はこの邸宅に住む為光の三女を愛人にしていた。ところが天皇を引退して出家していた崋山法皇は偶然にも為光の四女を愛人にしてちょくちょく通っていたのである。惟親は法皇が自分と同じ三女のもとに通っていると勘違いした。そのため惟親は法皇を懲らしめようと弟の高家に命じて法皇に矢を射かけたのである。やがて惟親と法皇の従者同士が乱闘となる。すると惟親たちは居殺した崋山法皇の従者2人の首を切り落として持ち去っている。また惟親らが放った矢の一本は崋山法皇の衣をかすめたが、法皇の命に別状はなかった。法皇もさすがに女性が絡んだスキャンダルを公表するわけにはいかず、その後は沈黙を続けた。しかし法皇が惟親たちに狙われたという噂はたちまち
今日中に広まっている。道長が惟親追い落としのために詳細を調べ、検非氏別当の藤原実資に報告したのである。先の天皇である火山法皇に矢を射かけては、そのままで済むはずもなく、惟親と弟の高家は政界を追われた。太宰府へ配流された惟親と高家だが、道長に約1年ほどで許され、997年長徳3年に都へ返されている。しかしこの時点では2人の政界復帰への望みはほぼ絶望的であった。ところが中宮貞子が999年長保元年に一条天皇の第一王子敦康親王を生んだことで、中関白家復活の可能性が浮上する。もし将来敦康親王が帝位につけば、道長を追い落とし、惟親たちの一発逆転が可能となったのである。しかしなかなかその機会が訪れないため、惟親はじっくりと待てばよかったのだが、焦ってしまった。惟親が伊勢の国を基盤とする武士の平宗頼を抱き込んで道長暗殺を計画しているとの噂が広まった。1007年寛弘4年8月2日に平安京を出発して大和の国の金峰山へ参詣中の道長に対して暗殺を実行するというのである。しかしこの計画は幸か不幸か未遂に終わっている。結局道長の娘彬子が一条天皇の2人の王子を産んだため、敦康親王が天皇になることはなかった。藤原の惟親は失意のうちに1010年寛弘7年正月37歳で没している。なお弟の高家はその武勇を買われ、権中納言にまで復帰して公行会議への出席を許されている。高家はトイと呼ばれる異国の海賊集団が九州を襲った時、太宰の権の措置として奮戦して撃退している。このトイの入港と言われる事件は、数千人の異国人が日本へ攻め入ってくるという危機であった。高家はこの国難ともいえる危機を救った英雄であった。藤原の高家は1044年長久5年1月1日66歳で逝去している。高家の子孫はその後皇室や摂家に血を残し、現在にまで連なっている。